こんにちは。FMT 整体の三輪源です。今日はぎっくり腰になってしまった直後、ぎっくり腰になってしまって動けなくなってしまった状態からどのようにして痛みを楽にしていったらいいかということを、その方法をお伝えしていきます。今この動画を見ているあなたは、今ぎっくり腰になった直後でもう痛くて自分で身動きをどう取っていいかもわからなかったり、動くことさえも怖くなってしまって、特に初めての方であればもうぎっくり腰になった経験がないのでどうしていいかわからないという状態かもしれません。でも大丈夫です。今からお伝えする方法、ステップなんですがを一つ一つ確実にこなしていくことで、今痛みが強くて動けない状態であっても一つ一つそれが楽になってきちんと動ける状態になっていくような方法をお伝えしていくので、ぜひ焦らずに今からお伝えする方法を行ってみてください。実はぎっくり腰というのは一般的には動かないようにする、慢性にするというふうに言われることもあるんですが、実はぎっくり腰になった時から動かせる範囲で動かせるところから動かしていく方がぎっくり腰は早く改善していくということがあります。ぎっくり腰が起きている状態というのは今腰の筋肉が極端に過度に緊張してしまって硬くなってしまってぎゅーっと緊張している状態が強く続いている状態です。この状態が今ぎっくり腰の痛みを起こしているので、なかなか痛みを我慢して無理をして動くのはいけないんですが、ずっと安静にし続けたとしてもその筋肉が余計に固まっていってしまって痛みがなかなか取れないという状況が起きてきます。FMT 整体に来られるぎっくり腰の患者さんの中にもぎっくり腰をずっと安静にしてよくしたんですが、なんだか違和感みたいなのがずっと残っていて、多少またこれで無理をして動いてしまったらどっかで痛みが戻ってきてしまうんじゃないかということをやっぱり不安に思って整体に来る方もいらっしゃるんですが、そのようにぎっくり腰というのはある程度動かしながら治していかないと違和感が残ってしまうということもあります。ですからぎっくり腰というのは動かせる範囲で動かしていき、またそのようにすることで治った後もぎっくり腰の違和感というのは取れやすくなっていきます。ではどのように動かしたらいいのかということを今から具体的にお伝えをしていきます。今からお伝えする方法に入る前に3つだけ注意点があります。まず1つ目、絶対に痛みを我慢して行わないでください。痛いのを動かすことは重要なんですが、痛いことを我慢して動かしてしまうと余計にその痛みが悪化してしまう可能性があるので、あくまでも痛くない範囲で動かしていく、痛くない範囲でこれからお伝えしていくことをやるということを一つの注意点として思ってください。2つ目の注意点として、焦らず1ステップずつ1ステップずつきちんと順番を守ってちょっとずつ焦らずやっていってください。一気に1番も2番も3番もっていうふうに言ってしまうとそれもまた早すぎてしまって体が余計に悪化してしまったりすることもあるので、できるだけ無理をせず、まず自分の1ステップができたら次に行くっていうことを心がけてください。3つ目はこの今からお伝えしていくステップをやっていく中で、例えば1番はできた、2番はできた、3番をやったら3番がちょっと痛くなったっていう場合はまた2に戻って2をまずできるだけするようにしてください。なので痛かったらもうそのステップをやらずに前のステップのものだけをやりながら少しずつ痛みを緩和していくっていう意識を持ってください。はい、それでは今からぎっくり腰になった直後からどのように痛みを解消していくのかということの方法をお伝えしていきます。まずステップ1として、ぎっくり腰になった直後はその状態で痛みが一番楽な状態をなんとか探しながら見つけてください。立った状態でいきなりぎっくり腰になってしまう方もいらっしゃいますし、本当に低い姿勢でぎっくり腰になるっていろんな姿勢があるんですけども、本当になった直後は痛くて動けなかったり動くのが怖かったりするところもあると思うので、今自分のそのなってしまった状態の中でまず楽な状態を少し自分の体勢を低くしたりいろいろ動きながら探してみてください。楽な姿勢を見つけて少し安静にしていてから、もし横になれそうだったらこのように横になっていきましょう。FMT 整体にもぎっくり腰になった直後に施術に行っていいかということを問い合わせをいただくんですけども、私たちもぎっくり腰になった直後に来てくださいというよりは
歩けるようになってからだったり、ある程度寝れるようになってから施術を受けることをお勧めしています。ですので、まずは自分がその状態から痛くない姿勢を探して、ちょっとずつ寝れるそうだったらこのように寝ていくっていうことをしていきます。でこの寝た状態で、腰の痛い方、ぎっくり腰の方がある程度楽な姿勢というのがあります。一つ目はこのように上向きで膝を立てるのが楽な方が多いです。または横向きになって、このように横向きになって背中を少し丸めて、もしクッションのようなものが家にあれば、この膝のところにこのようにクッションを置くと、これも、腰の痛みが楽になる方が多いので、もしこのような姿勢をとって楽になるのであれば、ちょっとこのような体勢でまずは、止まってください。はい、それではステップ2です。ステップ2は、一度痛くない状態をなんとか探して、横に向きになれたら、今度はこの状態から痛い場所に優しく手を当て続けます。このように自分の痛い患部のところに手を当て続けてください。最初ぎっくり腰になったその直後というのは、その患部の筋肉が過度に緊張している状態なので、このように優しく手を当ててあげると、その、かなり緊張している状態、硬くなっている状態が少し緩和して痛みが軽減することがありますので、このように手を当て続けます。でこの時のポイントは、押し込むってわけじゃなく、優しくそこに手を当てて、手の体温でその患部を温めてあげるようなイメージを持って手を当て続けてください。もし、お一人じゃなく他にご家族の方などいらっしゃれば、ご家族の方にこの痛いところに少し手を当ててもらって、その患部を手で温めてもらうだけでも痛みが楽になることがありますので、もし、そのような手伝ってもらえる方がいらっしゃったら、そのような方に手を当ててみてください。ステップ3は少しずつ動かしていきます。手を今のように当てていて、少しずつ痛みが収まってきたら、先ほど一番最初にお話ししたように、ぎっくり腰というのは動かしていくことの段階、動かしていくことで痛みが早く軽減していきますので、ここからは少しずつ動かしていくという段階に入ります。このような上向きで膝を立てるような状態で、このような体勢が取れたら、お腹に手を当てて腰を少しずつ、これは痛くない範囲で、必ず痛くない範囲で少しずつゆっくり腰をこのように揺らしていきます。ある程度何回かこのようにコロコロちょっと揺らして、少し止まって、でまたコロコロ揺らしてっていうのを何回か繰り返していると、動かすことによってある程度痛みが楽になってきますので、そしたら今度はちょっとずつ起き上がるようにしていきます。起き上がり方のポイントとしては、まずこのように膝をまず立てます。でこの立てた状態から自分が寝返りを打ちやすい方向に膝を倒して、ゴロンと四つん這いになるように起き上がっていきます。はい、ではステップ4です。ステップ4はゆっくりハイハイをしていきます。先ほど起き上がった時に四つん這いの状態になったと思うんですが、その四つん這いの状態からゆっくりハイハイをしていきます。ゆっくり痛くない範囲で少しずつハイハイをしていきます。こうすることで背中の筋肉であったり股関節の筋肉が動かすことによって少し柔らかくなっていきますので、痛みがない範囲でこう動かしていきましょう。ステップ5です。ステップ5は今のように四つん這いになってハイハイがある程度できるようになったら、もし入れそうであればお風呂に入ってみるということをしていきましょう。温度は熱すぎない38度から40度ぐらいのぬるいお風呂に1回10分から5分程度、自分の痛くないような姿勢でお風呂に入っていきます。もし入れそうであれば、痛かったらもう無理はしないでほしいんですが、入れそうだったら1回10分ぐらい入ったら少し出て休憩して、また2回3回と何回かお風呂に繰り返して入るってことをできると痛みが緩和しやすくなりますので、もしある程度の段階でお風呂に入れるぐらいの状態になったら、なんとかお風呂で繰り返し温めるということをやってみてください。ぎっくり腰は炎症が起きているために温めるよりも冷やしてくださいというふうに一般的には言われます。理由はその冷やすことによって炎症を抑えるためなんですが、それは冷やすことで神経が
麻痺をして痛みを感じにくくしているので、痛みがある程度感じなくなっているだけであって、ぎっくり腰を根本的に痛みを少しずつ改善していこうと思ったら、ある程度動けるようになったら温めていくことが大切です。炎症が起きているというのは、体が痛みを治すために体の修復作業として起きている反応です。ですので、炎症をしているということは体が治ろうとしていることなので、それを冷やしてしまって炎症を止めようとしたり、その血流を悪くしてしまったりするんですが、そうすることで痛みがかえって違和感が残ってしまったり、痛みが長引いてしまったりします。ですので、ある程度熱すぎるのは良くないんですが、ぬるいお風呂に何回か入るということがベストだと思います。いきなりお風呂に全身を腰まで使ってしまうと、多少痛みが強くなってくるという可能性もあるので、そのような場合はまず足湯から、例えばふくらはぎからだけでもいいので、足だけをまず温めるだけ、またはその腰までいかないにしても太もものところまで温めると、ちょっとずつ痛くない範囲でお風呂にも入っていただけるといいかなと思います。ここまでの1から5までのステップをやっていただくと、完全に痛みは取れないにしても少しずつ最初の段階よりもちょっとずつ楽になってくると思います。しかしこれは完全に痛みを取るというものではなく、直後のところからある程度痛みを緩和していく方法になりますので、この後は少しずつケアをしていくことが大切になります。もしお風呂などに入ってある程度少しずつ動けるようになっている方は、正座ストレッチというストレッチをまたこの動画の説明欄に載せておきますので、そのストレッチをやってみてください。ぎっくり腰、腰の痛みというのは下半身の影響を強く受けていますので、太ももの前であったり太ももの後ろ、またはふくらはぎというところをストレッチをしていくことで、さらに動きが変わってくるということがあると思いますので、もしできそうであればその正座ストレッチというのもぜひやってみてください。初めてぎっくり腰になった方、またはぎっくり腰になった方でも、やはりぎっくり腰になってしまった直後というのはとても焦ってしまったり不安な気持ちが出てくると思います。ですけど、今お伝えしたケアの方法を一つ一つ落ち着いてやっていってみてください。またこれまで紹介したケアの方法を行っても痛みが少し残ってしまっている方だったり、多少の違和感が出てきてしまう方、または少し不安な気持ちがある方は、その筋肉の細かいところのケアだったりとか、またそのつながりの体の状態の中で何かしらまだ異常があるところがあるかもしれません。そのような場合は一度プロのケアを受けることをお勧めします。ぎっくり腰というのは別名急性腰痛とも言われます。急に起きた腰痛ということですが、実は腰痛というのは急に起きるものではありません。とは言ってもぎっくり腰は不意にティッシュを取るだけでぎっくり腰になる方もいますし、本当にくしゃみをした瞬間にぎっくり腰になってしまう方もいらっしゃいます。それは急な腰痛ではないのかということですが、その方もおそらく今まで慢性的な腰痛をお持ちであったり、または自分の気づかない範囲で少しずつ腰の周りの筋肉に疲労が溜まって筋肉が硬くなっていた状態で、たまたまそのピークがそのティッシュを取ったりそのくしゃみをしたりとか、そのピークがたまたまそこで起きてしまっただけであって、いきなりぎっくり腰になるというよりは、その前に必ずぎっくり腰になる要素というものが自分の体にあったということです。ですからぎっくり腰は痛みが治ったからといってそれが完治ということではありません。もしかしたらその背骨の動きであったりとか、先ほど言った違和感や多少の不安感が残っているということは、やっぱりまだ取り切れてない場所があるということなので、その場合はきちんとケアを続けていただくのがいいと思います。私たちはぎっくり腰というのは体と向き合う時間だと思っています。違う表現をすると、一度自分の体がぎっくり腰になって動けなくなるので、立ち止まって考えてみる時間なのかもしれません。もしかしたら今回ぎっくり腰になる前にとても無理をされていたり、かなり疲労が溜まっている、疲れが溜まっている状態でお仕事をされていたり、またはイライラすることがあったり、焦ることがあったり、心配することがあったりというような何かに時間に追われたり仕事に追われたりっていう状態ではなかったでしょうか。しかしこのぎっくり腰になると強制的に
いろんな自分のやっていた作業であったり自分の仕事、あとはどっかに出かけるってことができなくなってしまうので、その場から動けなくなってしまって自分自身の体に向き合わざるを得なくなります。考える時間ができます。この時間というのは決して悪いものではなく、この今自分が動けない、いろいろ考えさせられるこの時期にしっかり体を整えて、今まで自分のやってきた生活であったりとかお仕事のやり方だったりとか自分の体にかけていた負担というものをまた一度振り返ってみて、次はこういうふうにしてみよう、次はこういうようなところに注意していったらこんなことにならなかったんじゃないかってことを考えるだけでもまた違った視点が見えてくると思います。それはただぎっくり腰を良くするっていうだけではなく、もしかしたら自分の今までのこと、自分のいろんなことを考えて振り返るこの時間はとてもずっと自分がいろいろなことに追われてた時期では考えられなかったような視点が見えてくると思っています。あなたのぎっくり腰が早く改善をして、またこのぎっくり腰になったというこの機会に自分のこれからの進路、これからどうしていこうということであったりとか、自分がいろいろ追われていて考えられなかったことを考える時間になって、自分がまたよりいい状態、いい方向に生きるようなきっかけになればと思っています。大事にしてください。